皆さんこんにちは。今日はお知らせがあります。若くない世代の暮らすような旅をとうとう開始します。45日間、約1ヶ月半の旅となります。今まで旅について語ってきましたが、ようやく出発できることになりました。1ヶ月半の中央ヨーロッパの旅となります。ある一定期間、憧れの街でキッチン付きの Airbnb などに泊まって自炊をしながら、リモートで日本の仕事や用事を済ませて、それで地元の食材で自炊をして、そして洗濯をし、半日は観光する、そんな旅をしたいと思っています。ここで私と夫で旅に行くんですけれども、私たちのことを簡単に説明しますと、夫はこの春に定年を迎えました。今は同じ会社で同じ仕事をしています。私は30代の頃から自宅で細々と自営業をしています。で、今回の旅は夫の会社が定年を機に長期の休暇をくださったので、暮らすような旅をちょっとやってみようっていうことになりました。で、今回の旅は実はお試しの旅なんです。私も夫ももともと旅が好きで、夫の定年後は長期で世界中を回りたいと思っていました。で、世界中行きたいところいろいろあるんで、それをいろいろ回りながらゆっくり行くにはどうしたら一番いいんだろうっていろいろ追求していったらですね、結論として自宅を手放して日本の住居費をなくして暮らすように世界中を回るっていうのが良いっていう結論になりました。詳しくは概要欄にはありますこの動画をご覧ください。でも今あるありがたいお仕事を辞めて家なしの生活を始めるというのは非常に勇気のいることです。想像してたより恐ろしいことです。世界には行ってみたい場所が無限にあって、もう行きたい気持ちは溢れてるんですけれども、今の生活基盤、築いてきた生活基盤、この家もですね、なくすことは怖いです。そこで会社がくれた長期の休暇を利用して暮らすような旅を試してみようということになりました。本来でしたらね、定年の旅はご褒美的な要素を盛り込んで豪華なホテルに泊まったり、有名な観光地を巡ったりするのが普通だと思いますけれども、私たちはあくまでも暮らすような旅、暮らしているような旅をお試しします。このお試し旅で何を試すかというと、まず健康を保てるかどうかです。宿泊する場所も一定期間が経てば移動しますし、食生活も変化するので心配です。自炊をしながら現地の食材を使ってね、もう日本にいるよりも健康になれたらいいんですけどね。第2に何を試すかっていうと、夫婦で協力し合って旅できるかも試されると思います。私はそんなに体が強くないし、ちょっと神経質なんですよ。夫は旅行の段取りが嫌い。全部私任せで地図を読むのが苦手なんです。で、こんなね、ちょっと旅行に不向きじゃないのって思える夫婦が結婚後初めてですよ。24時間、それも45日間ずっと一緒にいるんですから、うまくいくでしょうか。これが2つ目の試されることです。あと3つ目の試されることは、YouTube チャンネルの撮影編集も大きなハードルです。もちろんこのチャンネルをね、やりたくて仕方がない私たちなので楽しみでもあるんですけれども、やっぱり慣れない撮影や編集って大変なんですよ。これも続けられるかどうか心配しています。自宅ではね、大きなデスクトップ型の27インチの Mac を使っていたんですけれども、今回持っていくわけいかないので、この MacBook Pro 16インチと MacBook Air 13インチを購入しました。ですが、画面が
ちっちゃくてね、目が疲れやすいんじゃないかって心配しています。さらにライトだったりとかマイクとかもいろんな三脚とかもいろんなコードとかいろんなものを本当に用意していきます。旅先で、しかも撮影している外出先でそういうものがスムーズに使えるのか、使いこなすことができるのか、これも試されると思います。もしこれらのことが試して大丈夫だったら、来年若くない世代の暮らすような旅本格始動させます。1年のうち2回1ヶ月1ヶ月帰国して、それ以外の5ヶ月5ヶ月は海外の街にゆったりと滞在する生活を始めたいと思っています。南インドのアーユルヴェーダを1ヶ月十分に受けたりとかね、豪華客船で横浜からシアトルまで太平洋を渡ったりとかね、ポルトガルの南部の町で、魚介のパエリアを作ったり、もう夢は広がりますね。今回のお試し旅よりももっとゆっくりなペースでいけると思うので、いいなと思っています。この YouTube チャンネルのキャッチフレーズ、若くない世代の暮らすような旅の若くない部分のことをご説明しますと、私たち世代の旅ってもちろん若い世代の旅とは違ってくると思うんです。体力がないから気をつけなきゃいけないっていうこともあるし、できないことも多いと思うんですよ。だけどこの年齢だから良いことも結構あるんじゃないかなと思います。私たち世代ってむしろ旅の適齢期じゃないかなと思っています。私たち世代が旅の適齢期であるまず一つ目の理由は、今後のキャリアを考えなくていいっていうことだと思うんです。若い方で旅をしている方は、今は世界を旅をしていてもいつか現役に戻らなきゃいけないって心の奥底では考えていらっしゃるんじゃないでしょうか。でも現役が終わってしまった私たちにはその心配がないんですよね。今後のキャリア、ちょっと働くとかいろいろあるかもしれないですけれども、自分のキャリアを決めなきゃっていうような大きな問題は、課題は残ってないと思うんですよ。その点は今旅の適齢期だなと思う理由の一つです。2つ目の理由は、旅行費用が確定しているです。さっきのキャリアが確定しているっていうのに似ている点ですけれども、貯蓄についても大体の生涯所得が判明しているので、その自分の生涯所得の中で自分に合った費用を旅で使うことができます。だからいくら使っていいんだっていうか、お金がないとかいうそういうギリギリの苦しい旅をしないでも済むと思います。第3の理由は、これは女性に限ってなんですけれども、月経に振り回されることがないっていうことです。せっかくビーチリゾートに来たのに生理に当たっちゃったっていうようなこともなくなります。第4に、若い頃から今まで読んできた本、見てきたドラマの世界の舞台を巡って思いを馳せる楽しみがあるということです。作家の井上靖さんの中国敦煌の舞台にも行ってみたい。シベリア鉄道に乗りながら、同じく井上靖さんの青き狼、モンゴル帝国の話ですね、武田百合子さんの犬が星見た、ロシアの旅行記ですねを再読するのもオツだなと思っています。あと、舞台美術家の瀬能カッパさんが、書いたカッパが覗いたインド、これはインドに行ってインドで体験した全てのことをメジャーで測って、その寝台列車のサイズとか泊まったお部屋のサイズとか、舞台美術家なので全部それイラストで描いてらっしゃるんですよね。すっごく面白そうでインド行ってみたいなと思ってたんですけれども、今のインドってその頃のインドと変わってるんでしょうか。それも楽しみです。あと今回の旅で訪れる、お試し旅の方で訪れるセルビアのベオグラードやハンガリーのブダペストは、最近のドラマのオスマン帝国外伝、概要欄に書いてますのシーズン1でスレーマン皇帝がハンガリー王国と戦う場所でもあります。ドナウ川を挟んで対岸の要塞にいつ砲撃するかっ
っていうのをね、部下たちと相談してるシーンなんかもありましたし、あの町までオスマン帝国が来たかと思うと、あのドラマを想像しながらその町を巡るのも楽しみです。塩野七海さんの、ギリシア人の物語をたどりながら、ギリシア人の植民地ってもう地中海南部に広がってたんですよね。だからイタリア南部なんかももうギリシャ人の植民地だったので、そういったことを読みながら巡るのもきっと楽しいんだろうなと思います。ただの観光地も今まで自分が吸収してきたコンテンツと合体させて味わうことでより一層楽しくなるんだと思います。私たち世代の旅はいろんなことを経験した後だからこそ、ゆっくり主観をいろいろ楽しめるんじゃないでしょうか。キャッチフレーズの暮らすような旅の部分について言うと、今までの1週間とか10日程度の旅っていうのは非日常の旅だったと思うんです。有名観光地を点と点で移動して無理が多い旅だったんですが、暮らすっていう要素を入れて日常を優先して旅すれば無理がなくてもっと楽に私たち世代にいいんじゃないかなと思っています。具体的には民泊 Airbnb に滞在して家にいるように過ごすってことが重要なんだと思っています。自炊をすれば外食続きで体調不良っていうのも防げますし、洗濯もできるんで旅行に数分下着を持っていかなきゃいけないみたいなこともなくなりますよね。最小限の衣類で済むと思います。あと今までの旅行では旅行中は観光に集中して、仕事や用事は出発前に前倒しでやっとく、もしくは帰ってから山積みになってるっていう風でしたけれども、暮らすような旅ではパソコンを持参してリモートで仕事や用事を済まします。ただデータが危険にさらされないように VPN を使ってセキュリティに気をつけたりとか、国際電話料金がかからないように IP 電話番号を用意していくっていうこともしています。リモートができるといっても、関係者の方にこの旅を理解していただいて調整していただいた上で成り立つことですから、やっぱり関係者の方に感謝です。夫の仕事はリモートではできない仕事なので、同僚に仕事をお願いしていきます。本当に夫の仕事の分を引き受けてくださる同僚の方にも感謝です。この長期の休暇をくださった寛容な会社にも感謝です。いかがでしたでしょうか。これが私の考える若くない世代の暮らすような旅です。現在 YouTube の旅チャンネルは若い方のチャンネルがほとんどだと思うんです。私も好きなチャンネルがあって登録していつも見ているチャンネルがあります。もう見てるだけで行った気になるし、ワクワクするし、本当に楽しいんですよ。で、有名な旅チャンネルで飛行機に乗りまくってる小野田さん、あと知識が豊富でもう喋りがこう流れるようなスーツくんのチャンネルも大好きです。このように若い方のチャンネルは多いんですけれども、私たち世代のチャンネルってあんまりお見かけしないんですよね。同世代ではタイのパタヤに移住されてる男性のチャンネルは定数あるんですけれども、世界を旅している私たち世代のチャンネルってあまりお見かけしないんです。そこで私が若くない世代の旅チャンネルを作れば、私たち世代の旅ももうちょっと盛り上がるんじゃないかなと思った次第です。若い方の旅チャンネルのその視聴者さんは意外に親世代だったなんて話も聞くんですよ。ですからこの若くない世代も旅に行きたいという気持ちは皆さん持ってらっしゃるんじゃないかなと思っています。若くない世代も自由に旅に行きたいけれども都合がつかなかったり、旅スキルがなかったりして踏み出せない方も多いのではないでしょうか。そんな方々の背中を押せるような旅チャンネルにしていきたいと思っています。次回の動画は成田国際空港でお会いしましょう。